おはようございます。今日は前にもリクエストがちょろっとあった、輪行です。はい。ディスクブレーキのね、輪行についてちょっと今日はお話ししたいと思います。ちょっとうちの庭がね、うちの子供が暴れ回って今、石がちょっとかなり散乱してるんですけども、この後僕またちょっと岩手の方にちょっと出張するんで、せっかくなんで、輪行で今回行こうかなと思ってます。いつものね、前の動画で紹介したその輪行バッグじゃなくて、今回は輪行袋に入れていこうと思いますと。これあると便利だよってものもね、ちょこちょこあるんで、その辺とか、注意した方がいい点とか、いろいろと、お伝えしていきたいと思うので、どうぞよろしくお願いします。まず持っていくバイクはこれですね。今回持っていくバイクはこの、よいしょ、ドマーネで行きます。はい。台湾の人はね、ロードバイクとかグラベルロードで行くと思うんですけども、今回これで行きます。輪行袋っていろんなタイプがあって、いわゆる縦型とか横型とか、前輪はだけ外すタイプとか、いろいろあるんですけども、今回僕が使うのはこの、はい、じゃあモンベルです。モンベルの輪行袋が、結構好きで、輪行袋の中では、ちょくちょく使ってるんですけども、今回これでいきます。まとめるとこんぐらいのちっちゃいコンパクトになるやつで、やり方がここにこう裏にこうプリントされてます。こんな感じで、だからすごい初心者とか初めてでも非常に分かりやすくできますと。僕はもう何回かやってるんで見なくてもできるんですけども、まず大前提として、ディスクブレーキの輪行はマジでめんどくさいです。はい、めんどくさいし気使うところが多いです。そのあたりを克服して、こんなもんだなっていうぐらいまで、ディスクブレーキの輪行はこんなもんでしょっていうぐらいまで、慣れさせることが大事だと思います。どうしてもやっぱりディスクブレーキは輪行があってデメリットのところがね多く感じちゃうと思うんだけども、それは本当にその通りですね。はい、まず準備ですね。人通りのないところを選びましょう。だいたい駅でね、駅まで輪行して駅まで降りて、解除すると思うんだけども、解除するところは目が不自由な人のためのねブロックがないところだったり、人気があんまりないところ、人通りが少ないところでね輪行したり輪行解除したりねした方がいいと思います。邪魔になっちゃうんでね。今回使う輪行袋に関しては、ひっくり返します。こんな感じでですね、ひっくり返した状態で輪行袋に入れます。だから個人的にね結構好きっすよ、このパターンは。入れられること気使わなくていいし、割とこうね安定するし、まずですね、タイヤをホイール両方外します。ガチャンって。ディスクブレーキの場合は、今回スルーアクセルなんですけど、油圧の場合は、ここもまず気をつけなくちゃいけないところですね。スルーアクセルにぐるぐる回して外します。はい、1個外れました。駅前だったら駅の壁とかに立てかけちゃってください。そしてこっちですね。後輪外すときはなるべくチェーンが外側にあった方がホイールって外しやすいので、変速をしてアウタートップにしちゃってください。ビヨーンと、アウタートップじゃなくてもいいんだけど、リア側は少なくとも一番重い状態にすることでサクッと外れます。あとはくるくる回して、ちなみにグローブは僕この後出張なんで汚したくないんでやってますけども、多分汚れます。大体は。ひっくり返す場合はこのディレイラーのこの部分をグイッと持ち上げた状態で上げると、わりかしスムーズにこう取ることができます。ここに引っかかってるので、ここをクイッて上げてよいしょって持ち上げる感じ。これで OK。 油圧ディスクの場合はですね、このブレーキギュッとねホイールを外した状態で握っちゃうと戻んなくなっちゃうんですよ。ここにねブレーキのディスクの部分を挟むこのブレーキのねパッドがあるんですけども、ワイヤー引きのやつとかだと引いてもニュッて戻るんですけども、油圧の場合はですね、ニュッてやったら戻んなくなっちゃいます。戻んなくなっちゃうとすっごい大変なんで、戻すのがマイナスドライバーとかでグリグリやる方法とかもあるんだけどね。なんでこういうのを買ってください。多分ね完成車買ったりするとこういうのついてくると思います。なければ自転車屋さんに余ってないですかねって言ったら多分くれると思う。これを持っておくといいです。で、物によってはね別で売ってるのもあるんで、確かオーストリッチとかがこれに紐ついてるやつとかが売ってるから、そういうのを使ってもいいと思います。これを挟むことで
握ったとしてもストッパーになるので、いわゆる戻らないみたいな、ことがなくなりますんでね、これね必ず用意しましょう。ディスクの時はね、これめんどくさいポイントその1ですよ。もちろん後ろもそうですね。後ろのここにもつけます。何でもいいです。つけは何でもいいんですけど、雨の日に走ったりなんなんしてすっげえ汚れちゃってるから、また洗車してやらんといかんの。でね、つけるときにただポンと入れるだけじゃなくて、ここにねこうハサミみたいのがねあるんですけども、丸い棒みたいのが中に入ってて、そこに入れるとカチッってなります。今回の場合はここですね。ここに向かって押すとカチッってこうなる。そうなるとね抜けにくくなりますまずこんなもんでいいと思います。このスラックスの棒、これでなくすとやばいんで、もう中にぶっ刺しちゃいましょう。こんな感じでね、とりあえずギュッてやんなくていいんで、止まってればいいんで。リアも同じですね。後ろも入れちゃいます。で入れるときに普通に入れてもいいですし、ここがタユンタユンしてすごく鬱陶しいのであれば、こう入れてチェーンをここに入れちゃう。縦型の輪行の時はここが地面につく部分なんで、こういうのが入るんですけど、ここがブラブラしててチェーンが落ちちゃったりするとすごくめんどくさいので、チェーンをこのアクセルのここに巻き込んじゃう。ぐーっと。そうすることでチェーンが張った状態になるので、ブランブランしないので、非常におすすめです。回しても全然問題ないね。これ結構いいと思います。さらに余裕があればなんですけど、こんな感じでちょっとですね内側にすることで、万が一こう倒した時のリスクとかもちょっとね減ると思います。どっちでもいいんですけど、最近のロードバイクはこうシャドウディレイラーって言って、あんまりこう外側にディレイラーが出ないようになってるんで全然こっちでもいいんですけどね。ちなみにアウターはチェーンかけた方がいいと思います。なぜかというと、担いだりするときにこの刃が何かしらの体に当たってすっげえ痛いので、アウターはちゃんとかけといた方がいいですね。すごいですよね。この状態でも変速できちゃうんですもんねなんで、なるべくこう内側に寄せつつ、アウターにチェーンをかける状態が輪行の時はいいと思います。とりあえずフレームに関してはもうこれで OK。 もう楽勝っすよ。これであとは置いといて、はい。そしたら次ですね、フレームに関しては気使うところってのはそんなもんでいいっす。もうとにかくディスクのパッドを押さえてりゃ何でも OK。 ここはこうするといいよっていうレベルで、そんな超重要事項ではない。どっちかというとブレーキパッドをちゃんとね、なんかあるんですよ。なんか何気ないくこう体が当たってレバーを押しちゃったりとか、壁に当たってビュッてなっちゃったりとか、原因は様々ですけども、なんかで触っちゃう時ってあるんで、これはね必ずやっておく方がいいと思います。はい、で次気使うポイント、ここですね。ホイールです。これがとにかくだるいです。ここの部分に関してはあまり油を吸わせたら良くないです。ここに油分がついちゃうとパッドにも油がついちゃって、要はブレーキした時にキーキーになっちゃうんですよね。でこれ取るの結構意外に大変だから、なるべくここは触りたくない。でもくっつけて輪行するんで、ここもねいろいろ気使わないといけない。ましてやこっちにスプロケもあるんで、こっちもね上手にやんないとフレームに当たってガリガリしちゃうみたいな、ことがありますんで、なるべくこの辺は気使いたいところですよね。今回の場合は僕はスプレーはね内側にしちゃいます。なぜかというと、ローターをこっちにしちゃうと圧迫されて、なんかローターが微妙に曲がってずっとシュッシュシュッシュするのすごい嫌なんで、であればなるべく当たんないところに、当てますね。フレーム側にします。でここにカバーをつけてもいいです。もしお持ちの方がいたらカバーしてください。僕の場合はこういう靴下ね、100均とかも売ってるし、なんなら使ってない靴下でもいいんですよ。こういうのをバーってかぶせちゃう。そういうのもいいと思います。これのためにカバー何百円かけるのめんどくさいっていう人は、靴下をちょっと微妙に切ってやってもいいし、靴下はね、僕の場合はもうめんどくさいからピッてはめちゃいますけど、こんなんでもいいと思います。はい。これはね、逆もしっかり同じですね。こっちに使ってもいいです。ただこっちはね、油結構ついてるんで、こっちで使った靴下をこっちで使うと、スプロケについた油が
ディスクについてそれでキーキーになるっていう、そういう原因にもなりかねないので、あまりおすすめはしないですね。なんならつけない方がいいかもしれないっていうぐらい。そんな感じ。一応こういう方法もあるっちゃあるよっていう感じですね。はい。とにかくね、気使うところ多いんですよ。はい、こっちもですね、一応僕はね、かけてはいますけど、多分なくてもいいんじゃないかなって正直思ってはいます。何の意味もないとは思ってるけど、こうすることによって万が一指で触っちゃったってなった時でも大丈夫。裏から見るとこんな感じ。結構靴下はね、意外に便利ですよ。なるべく密着はした方が運びやすいっちゃ運びやすいですね。クランクの向きは平行が個人的にはおすすめですね。はい、縦とかにするよりも多分こっちの方がまとめやすいですね。今から見せます。まとめる時間、もう一個いいポイントがあった。例えばスルアクスじゃない人とか、クイックでやってる人なんかはここに物をつけることってあんまないと思うんですよね。なんだけど地面に下ろす時とか、意外にここ地面に直接当たることがちまちまあって、ここだけ剥げてる人って意外に多いと思うんですよ。そういう時に役立つのがこれ100均です。これこんな感じでですね、100均に家の椅子の足に履かせる靴下みたいなのがあるんですよ。これのある理由は、床が傷つかないようにするためとか、椅子を動かしてガリガリやって傷つかないようにするために、こういう靴下みたいのがね売ってるんですよ。これをフォークにかけてあげると、例えばひっくり返してフォークがガーンって仮に地面に当たったとしてもダメージがね少なく済みますよっていう感じだから、僕はねクイックじゃないのでスルアックスでねぶっ刺しちゃうんで、あんまり意味がない、あんまりこれが存在理由がないんですけども、今回ねクイックで使う人もいると思ったので、ちょっと今回一応用意しておきました。もちろんスルーアクスルをここに刺さないでいくんであれば、この方法は結構いいと思いますよ。縦型輪行だったりとか、輪行を解除するときなんかに、万が一ね、ベタンってここに地面につけてちょっと動かすだけで塗装剥げちゃうんで、そういうの嫌な人はこういうのを一つの手だと思います。100均ですけども、これ裏に滑り止めとかついてて結構優秀。今回は僕は使いません。さあ、ごめんなさい、話がずれました。次はですね、縛り方ですね。これ結構ね、苦戦する人多いと思います。どこ縛ればいいのという風になりますけども、今回の場合は、ここかな。3点締めが一応セオリーですね。もともと付属してたやつですけども、100均とかのゴムとかでも全然いいと思います。その辺はお好みでいいですけども、ホイールからフレーム通って、反対のホイールも貫通してぐるっと一周回してみます。こんな感じで、なんならこのペダルクランクも巻き込んじゃおうという感じですね。よいしょーと回して、よいしょーと、こんな感じ、わーっと。はい、すごいねごちゃごちゃしてますけども、次はこことここ、ここでもいいですね。ここでもいいし、ここでもいいですね。ここにしましょうか。結構ね、割とね、縛れりゃ何でもいいっす。僕からすると。輪行って難しいイメージあるけど、正解なんてないと思うんで、縛れりゃ何でもいいんですけども、いかに楽に、簡単に、バイクを運ぶことができるかっていうのが最終的なゴールだと思うんで、このステイとタイヤ、ぐるっと巻き込むことで、動かなくなる。一応これで動きはしない、なかなか。ただ下がちょっとまだガタガタするんで、ここもやっちゃいましょう。で、じゃあここどこ縛るのっていうとこなんですけども、ここときたら、ここが一番ね、すごく縛るにはいいんですけども、縦型輪行だとこれがね、楽なんですけども、こういうサドル下にするとちょっと巻き込むのめんどくさいっていうか大変なんですよ。なんで今回は、ここで巻いちゃおうかなと思います。こんな感じで輪行は割と臨機応変に包めれば何でもいいんですが、臨機応変にやるといいと思います。フレームバックあるんで申し訳ないんですけども、ここを通します。この部分、このフレームバックとフレームのここに間を通すイメージでシューッといきます。でここも入れちゃいます。ホイールから入ってフレームのとフレームバックの間を通す。フレームバックない人だったら
ホイールから入って上に、フレームの上にこうね、こんな感じで入ってます。で、反対側のホイールから出る。そう、こんな感じ。まあ、この3つが今通ってる状態。この状態で、まあ、こう縛ってもいいし、まあ、こう縛ってもいいし。まあ、どっちでもいいですけどね。まあ、縛ります、とりあえず、これで。よいしょ。はーい、ギュッギュッと。ギュッと。はい。まあ、こんな感じですかね。縛りました。これで、ここと、ここと、ここが縛り終わりました。とりあえずこれで一通り OK です。ここと、ここと、ここで縛りました。3点ですね。クランクと巻き込んでるんで、ここが動くことはありませんと。でね、オイルもね、結構ちゃんと縛ってるんで、まあ、ここは縛れば縛るほどいいんですけども、とりあえず、まあまあ強めに縛れてればそれで OK です。で、どうしてもここのね、スプロケル部分がね、やっぱ食い込んじゃいます。はい。なんで、傷つくのがちょっと怖いとか、そういう人は、もうちょっと前寄りにこのホイールをやるとか、間に、僕はもうフレームバッグが干渉剤になってくれてるんで、傷つくことは多分ないんですけども、何かしら挟んだ方が、まあ、いいっちゃいいですね。はい、これが縦型輪行だと、もっとホイールがこっち来るんですよ。だからまあ多分こういう状態ですよね。だから幾分か微妙に位置が、ホイールの位置が若干ずれるんですけど、まあまあ、だいたいこんなもん。ここが若干ずれるな。やり方ちょっとここ変えよう。ちょっとごめんなさい、変えていいですか。ここを今やったら持ち上げたら下がっちゃうんですよ。なんで、この部分ですね。このホイールのこの部分を、こっちだな。こっちにした方が、ホイールが落ちる。ずり下がるってことはなさそうですね。こんな感じで、まあ試行錯誤も結構大事だと思います。こうすれば、まあ落ちることなくなりましたね。はい、すいません。久々なもんで、ちょっとなんか、何も考えずにいつも通りやっちゃったんで、まあこんなもんですね。これだったら結構、大丈夫。どう持ち歩いても、ずれることはないですね。はい、じゃあここまで来たら、次はね、こう肩にこう担ぐための紐をこいつにつけます。なかなかめんどくさいですよね。はい、わかる。私もすごくめんどくさいです。僕、リンコあんま好きじゃないタイプなんで、はい。まあやり方としては、まあ大体、結構ギリギリまでね、詰めた方がいいです。ゆるゆるにすると持ち上げるのすごく大変なので、結構ギリギリに詰めた方がいいと思います。取り付ける場所に関してですけども、持ち上げた時に上にキュイって上がんないとこ。だからこういうフォークとかに巻きつけても持ち上げたらグワってなっちゃうし、上げたところでストッパーがかかるところがいいですね。例えばですけども、まあハンドルもいいと思うし、このヘッドの部分でもまあいいと思います。とりあえず動かなきゃ何でも OK。今回はまあヘッドにとりあえずじゃ巻いてみますね。ぐーっと。はい、ぐーっと。でざっくりね。はい、こんな感じ。ね、上に上がりません。ビヨーンってやって、これ結構前がかなり長すぎたな、これ。結構こうゆるゆるにするとね、すごく大変なんで、なるべくキツキツでやっちゃっていいです。で、次なんですけど、まあ、今回はまあこの辺じゃないですか。この辺にちょっと巻いてみましょうか。まあ、チェーン巻き込まないようにね、気をつけてくださいね。よいしょ。はい。ここが動いちゃうか。ちょっと良くないな。まあ、こんな感じでいつも試行錯誤してやっちゃってますけど。まあ、こんな感じ。ここに上げてるから、まあ、ここはちょっと下がるけど、まあ、ホイールが当たって落ちきらない。で、ヘッドがあるから、ヘッドに食いつけてんで、こっちはまあ大丈夫。まあ、こんな感じで、いいと思います。まあ、他にも多分いい場所があると思うんで、こっちだとね、こっち行っちゃうんだよな。なるべくきつめに、肩がちょうど1個入るぐらいの
長さで、調整するといいと思います。あとはこの袋をドバーッと入れちゃいましょう。こんな具合でこうさっき入れたやつがここに出てくる感じですね。で一応ちゃんとこの辺も包んでおいていくといいと思います。よいしょ。こんな感じでしょうか。でよいしょ。隠すだけ隠して、ちょっと今ひっくり返します。よいしょ。よいしょ。でモンベルの場合は、いわゆる上からかぶせるタイプなんですよね。でここにですね、ドローコードっていうのが隠されてます。こんな感じで、これを引くことでギューッと縛れます。サドルに引っ掛けて、ハンドルのブラケットに引っ掛けてギューッと縛ればはみ出ることはないですね。こんな感じでしょうか。一応輪行って厳密に言うときっちりと下が包まれてないといけないルールなんですけども、こういう商品を出してるものたくさんあるし、僕100回はやってないけど相当輪行してますけども、注意されたことは1回もないですね。ちなみにこのドローコードむにゃむにゃっていうのはこの中にしまうことができるので、足に引っ掛けてとか何かに引っ掛けてこけるとかそういったトラブルは割と防ぎやすいと思います。ここもね、厳密に言えば隠れてないといけないっていうルールはあるけど、電車の中でこうしておけば OK です。持ち上げるときは手でこうやってって持ち上げるんじゃなくて、しゃがんで肩突っ込んでこの状態で立ち上がる。これがセオリーな輪行の仕方ですね。で落とすときも膝からこう落ちる。なるべく手の力だけでこうやってやらないように、なるべく足の力といいますか、屈伸運動で持ち上げるのが輪行はいいと思います。手で持ち上げるとみたいなバランス崩れるし結構大変ですね。ということで、ディスクブレーキの輪行の仕方、ざっくりですけども紹介させていただきました。前の僕の輪行動画と比べてかなりあっさりはしてるんですけども、注意するところはとにかく2つですね。油圧ディスクの時は特にそうですね。ディスク用のパッド、入れておいてください。気使いすぎかもしれないけども、スプロケットのカバーとか、ディスクのねカバーなんかしとくと安心っちゃ安心。このディスクのカバーしとかないとチェーンの油分がディスクに当たってキーキーになるみたいなことになりかねないです。僕は結構何回かやっちゃってます。それをだからカバーしたりとか、ディスクは外側に向けるとか、そういった対策をしてなるべく油分に触れる確率を極力下げていくっていうのがね大事ですね。縦型輪行でもやり方はほぼ一緒です。ディレイラーの部分が下に来るだけでやり方としてはほとんど同じなんで、その2つを注意してやってみてください。僕は輪行正直全然好きなタイプではないんですけども、輪行バッグが置けない時とかはこの輪行袋を使ってやってますけども、大体こんな感じでやってます。ぶっちゃけ輪行に関してはディスクよりもいわゆる V ブレーキとか V ブレーキじゃないか、キャリパーとかそういったワイヤー引きのやつの方が圧倒的にやりやすいのは確かなんで、早くね輪行しなくてもいいよみたいなそんな時代が来ればねいいなーなんて個人的には思ってます。この車両は自転車いいよみたいな、そんな時代早く来ないかなってただただ僕は待ってます。そんな感じで、もしもね今回の動画少しでもね役に立ったという方はぜひグッドボタンとよろしくお願いします。じゃあ私は出張行ってきます。お疲れ様です。よっこいしょ、行ってまいります。よっこいしょ。